今やってる制作のコンセプトは十数年、続けてやっているものでして、自然と、人間社会、植物と人の関係について、曖昧な部分とか、自分が、疑問に思う部分っていうのを感じる部分があるので、そこを、作品に落とし込んでいっているという感じです。ロンドンというよりは多分都市の生活だと思うんですけど、もともと岡山の田舎で生まれ育ったので、周りに普通に自然があって、で、周りにあるのが当たり前の状況が、しばらく続いて、18歳の時に、イギリスに渡英、して、19歳でロンドンかなに移りました。で、都市の生活を始めてから、その時は、すぐには気づかなかったんですけども、やっぱりその田舎とはその町の成立の仕方が違うなというところに次第に気づき出して、例えば街路樹とか公園を整備したりとか、ビルの中には、観葉植物が多めに配置されたりして、でその辺りの変化にだんだん気づき出して、なぜその都市に住みながらも自然を取り入れた生活をしたがるんだろうとか、思い始めたのがありましたね。そして次第に、その行為自体にだんだん興味がいくようになってっていうことですね。公園にもよく行ってたんですけども、ある時その公園に友人たちと行ってた時に、友人の一人が「やっぱり自然っていいね」って発した言葉がありまして、そこの言葉がすごい引っかかってて、自然なのかな、自然じゃないしなと思いながら、そう考え始めたっていうのがこの作品のスタートだったと思います。なのでじわじわとこの作風になってきたっていうのが。こういうキャラクターのようなもの自体を作り出したのが、このシリーズが始まってから、翌年その翌々年ぐらいでして、最初は建物とか自然がこうミックスしたようなランドスケープを描いてたんですけども、自然への畏怖とか、理解ができないものっていう風な、そういう対象としての興味があって、そういった風景を描いたんですけども、そこからやっぱり自然は自然だって決めつけてるのも人間の尺度なんで決めつけてるんで、そのあたりにもちょっとフォーカスしていきたいなっていうところから、次第にキャラクターのようなものが生まれてきたっていう経緯があって、先ほどもちょっと言ったんですけど、自然を見て、例えば花を見てほとんどの人は綺麗だと思うんですよね。それって綺麗に見るような、教育を受けてきたからこそ綺麗に見えるであって、動物が花を見ても何も思わないというか、公園癒されるねっていうのもこれはちょっと難しいところなんですけども、癒される場所として成立させられてるから癒されるんだろうなっていうところもちょっとあったりして、植物とか自然を見た時に絶対何か感じるんですよね、人間って。だからそれって皆さんが共通して持ってるもので、僕自身もそうだし、ほとんど世界中の人が同じような感覚を持ってて、それってすごい不思議な現象が起こってるなと思って、なんで、すでにその植物への何かのアイデアを持っている人っていうのを描こうと思って、多分それはこういうハイブリッドなキャラクターとして表現するのがいいのかなと思い始めてから、こういう登場人物が生まれてきました。最初は絵画の中だけで登場してたんですけど、それだけでは 2D の中の話なので、どうしてもこうファンタジックに見えすぎたりとか、向こうの世界の話を書いてるだけっていう感じになっちゃって、ちょっとつまらなくなったので、30センチから50センチぐらいの立体作品を作り始めたんですね。そうすることによって、同空間に、いることになるので、そこからちょっと逃れられない事実があるぞっていうのを、そういうシチュエーションを作ることができるなと思ったので、立体を作り始めました。で次第に大きくなってきて、今回展示していただいている作品とかを発表した段階で、
最大は 2.8 メーターぐらいかのものを作って、でこれは中サイズ 1. 点ちょっとぐらいで、あと60センチぐらいのものを小太郎ぬかがでやった個展で発表しました。でこれは FRP とか自然の木とかをミックスした素材で作ってて、タイトルは「イグドラシル」っていうタイトルにしました。これは世界樹ですね。世界樹です。で世界樹っていうのも一つ面白い捉え方で、北欧神話かな、北欧神話ので登場してくるんですけど、大きな木が世界を支えてるっていう思想から生まれた言葉というか概念なんですけど、そういうのも面白いなとは思ってます。超越したものだとして自然が捉えられた時代だと思うんですけども、それっていうのもちょっと名残が多分あちこちに残ってて、なんで今のその現代の自然とか植物が持つポジティブな印象につながってるんだろうなと思ったりもします。初期の頃はそんな主張が強くなくて、この角についてはもっとワシャワシャしたものに葉っぱがついてない枝がピュッピュッと出てるような感じがスタートで次第にちょっとそれがシンプルな造形になってきて、こういう感じの角のような感じに今行き着いてるんですけど、やっぱり角があることによってこう主張する存在としてなんか成立できてきたかなというところはあります。枝にも見えてもいいと思うんですけど、なんていうかこの人自体がすごく喋ってるぞっていうのの一つのアイテムとして角をつけたりもしてます。これどっちもですね。皮肉っていうのもあるし、まさにそうだっていう意味もあるし、植物とか自然がないと人間生活できないんで、過剰に大切にしようよっていう動き自体もすごく面白いなと思ってて、僕どちらかというと自然をすごい守りたいとか、大事なものだよねというのは全然言いたくなくて、100年ぐらい前は別に気にもしてないっていう時代があって、100年ぐらい前まで。それでどんどん消費してたんですけど、産業革命ぐらいまでは暖を取ったりとかいろいろなものに使っててバンバン切ってたんですけど、でそこからあれ減りすぎるとなんか危ないんじゃないかっていうふうに多分気づき出してから守ろうよっていうふうにシフトしていって、先進国がそういうのを決めていったんですけど、そうやって歌って守っていく、みんなで守っていこうよっていうふうな体制になっていくのもすごいわがままだなと思ってまして、でそれもでも興味深いなと思ってて、でまたこの先多分守らなくてもいいような強い植物を作ればいいんじゃないかみたいな話になってきたら、多分そういうふうになるかもしれないし、そうなってくると、どんどん壊していこうぜみたいな感じになるかもしれないし、それはそれでなんか面白いなと思うし、そういうのも含めてどういうふうにこの先植物とか自然に対して行動していくかっていうのの一つのアイデアとして、僕の作品を見てから感じてもらっても面白いのかなと思ったりします。なんでこれはどっちでもありますね。僕はなんか俗っぽい状況っていうのは好きで、今だったら日本だと多肉植物ブームが来てると思うんですけど、あれもその前って盆栽ブームがあったんですよね。家庭での植物、家庭でなんか愛玩できる植物のシリーズとしては。でなんでこうなったかっていうのもいろいろちょっと自分なりに考察してて、盆栽は、水をあげる頻度が高いんですよね。でそうなってくるとすごくコントロールが難しくて、多分ほとんどの人は多分枯らしてると思うんですよね。だからあれもすごいなんだろうな、ブームしつけの人がいて、生産する側がいて、で消費する側がいて、何かの世話をしたいっていう多分感情があって、それに対してそういうなんか動きがあったと思うんですよね。一時的なブームがあって、
それが今多肉植物に移ってて、多肉植物は、水をそんなにやらなくていいっていうのもあって、あと扱いがもう全然簡単ですからね。なんかもう簡易的にやりたいぞみたいな風に多分皆さん思ってるから、ああいうのが多分ヒットするんですよね。でも何かをその世話したいっていう感情はすごい人間っぽいとか動物っぽいんですけど、それに対してまあそのうまいこと利用されてるっていう状況があって、植物が、自然の一部だと思うんですけどっていうのがあるんだなっていう、僕は結構俗的ななんだろうな現象が好きですね。そう入り口はそこでいいと思います。僕の作品見て多分今だと結構見慣れてる人が増えてきたんで、可愛いっていう感じで最初捉える人が多くなってきてて、昔全然そんなこと言われたことなくて気持ち悪いっていう人も結構いっぱいいて、それが今可愛いに変わってきてっていうのは多分世の中的になんか自然とか植物っていいよねっていうもっとポジティブな状況になってて、SDGs とかも歌ってますからね、ちょっと状況変わってきたっていうのもあって、僕の作品見て可愛いで止まる人がいて、でもちょっとそこから違和感を感じて、ただその実際この人がいたとしたらすごい気持ち悪いだと思うんですよね。なんでこのなんか喋りも多分しないと思うんで、ふと自分の生活を見ると喋らない植物がいるんですよね。で植物の発展したところに自然があるんですよね。でそういうものに対してなんだろうな、もちろんその自然をこれからどうしていこうっていうふうに結びつけて考えるっていうのも一つ大事なことだとは思いますし、であとはもう単純にじゃあ自分たちが行っているこの行動って何なんだろうっていうその部分をもう一度考え直すっていうのも一つの、なんだろうな、次に発展できる思考なのかなと思ったりもしますね。コロナ禍を経てなんかいくつか面白い事象があって、一つは、やっぱりその人が多いところには行けないっていうのでキャンプに行く層がすごく増えたっていうのがあって、それって単純に人がいないところに行く、人のいないところのレジャーを楽しむっていうのと、あと自然は完全に善なんですよね。だからそういう場所に行けばなんか今起こってるその悪い状況も忘れられるし、遊んでても誰にも何も言われないしみたいな感じの場所だったんですね、一時期。そういうふうに僕は感じてて、多分そのキャンパーもすごい急激に増えたりしたりして、もちろんキャンパーだけじゃなくてトレッキングとかされてる方もいっぱいいたと思うんですけど、ある意味その活動したいっていう欲求はあって、それのはけ口にあったのかなと思ったりしてて、いいと思うんですけど、全然そういう行動があったっていうのは。あとは逆にそのコロナ禍で、人の動きが制限されて観光地化された自然に人があんまり行かなかったんですよね。行けなかったっていうか、もちろん海外から来る方も減って国内でも動きが止まってたんで、そういう状況があったので、その自然がどんどんその自然の環境がどんどん回復していって、水質も良くなったり、あとはなんだろうな、林道とかが回復して行ったりとかしてて、で結局その人の動きが制限されることによって回復した自然っていうのもいっぱいあって、結局その見に行きたいっていう欲求で自然をどんどん壊してたっていうか、そのいいものを見ようとして逆にいいものを壊してたっていう現象が起きてて、でそういった側面もあるし、であるその自治体だと観光収入がなくなったから、自然を保護する活動ができなかった、それに資金を充てることができなかったから自然が壊れていったっていうような結果を出しているところもあったりして、でもそれってそのお金がないと維持できない自然っていうのがそこにあったってことだから、それってそもそも自然じゃないかったりすると思うんですよね。こっちが見たかった自然をそこに作ってたっていうか、人間ありきで自然が成立していったっていう状況も見えたりして、だからなんだろうな、いろいろ
興味深いポイント出てきてましたね。いくつかプランは、あるんですけど、一つは、サウンドパフォーマンスの作品もちゃんと作っていこうかなと思ってます。以前から自然の枝とか草とか葉っぱとか枯れ葉かとかをこうパキッとか折ってガサガサって、潰したりして集音して、それを、自然の音をだんだん音楽に変えていくっていう、サンプリングして変えていくっていう作品を作ったりしてるんですけど、作品というかパフォーマンスですね、やってるんですけど、それをもうちょっと発展させた、木製品とか、街にある自然のものっていうのを、自然由来のものっていうのを見つけていって、そこからこう楽器を作っていって、それを同時にかき鳴らして音楽として成立させるっていう作品にちょっと挑戦したいなと思ってますね。それは進行してて、あとは屋外の立体かな、立体造形で、このままやるのもありますけど、あとはその実際の、植物をちょっと植え込めるようなシステムを作って、作品を屋外立体を作りたいなとは思ってます。それも一応サンプルも作り始めてっていう感じですね。